Zero希望。はい、皆さん、おはようございます。ちょっと昨日はちょっと飲みすぎちゃって気分が良くないです。そんなの関係ないですかね。はい、で、今日はちょっとロシアの労働時間とか最低賃金、どのくらいみんな稼いでるのとか、あと休暇どのくらい休んでるのかとか、ちょっとその辺、あと年金、その辺をちょろっと話してみようと思います。で、ふと思い立ったので、何の準備もしてなくて喋るので、簡単にちょろっと分かることで、間違ってることとか多分あると思うんですけども、はい、ちょっと話してみます。まず、労働時間から行ってみましょうか。労働時間は公務員の人とかは、週休2日土日休みで、日本と同じような感じですか。で8時間労働とかだと思うんですけども、でロシアの場合は、日本もあるのか分かんないですけども、月ごとに150時間とか145時間とか決まってて、それ以上は残業っていう形になりますね。それが大きな企業とか公務員の人が、そんな、労働時間で働いてると思います。で普通の、小さな、個人がやってるような会社とか、そうですね、レストランとか、あと商店っていうんですか、スーパーマーケットとか、そういうところで働いてる人は正社員でも、時給時間制ですか、時給で働いてますね、みんなで、その人たちも月150時間とか、その国で決められた月間の労働時間があって、でロシア人あんまり働くの好きじゃないので、そうですね、普通の小さい個人の会社とか、そういうところは3日働いて3日休みとか、日本じゃありえないですよね。で2日働いて2日休みとかでも残業とかも絶対しないですし、きっちりと時間通りに、働いて、別にお金はそんなに重要ではないのかなっていう人が結構多いですね。はい、これが簡単な労働時間ですか。で次、賃金で、最低賃金、ロシアの最低賃金が、確か1万5300ルーブルぐらいですか。1万5300ルーブル、日本円で、3万5、6千円になると思います。はい、これ最低賃金ですね。でこの極東は寒い地方っていうんですか、寒い地方は特別な手当みたいのがついて、公務員の場合は特別な手当いろいろついて、50%、給料のプラス 50% になります。で普通の一般のところで働いている人は 30% アップになります。寒いところに住んでるからっていうのと、遠くモスクワ首都から離れてるところっていうのがあったりして、結構そういう手当がついてますね、ここは。なので、極東とかの人は、そうですね、ロシアの西側の方の町より給料が多くもらえてるっていう面白い制度がありますね。でちなみに北の方さらに、手当がつくそうで、で、平均多分ロシアの平均は5万ルーブルぐらい、5万ルーブルなので、12万円ぐらいですか。そのぐらいが平均収入だと思いますね。年金なんですけども、年金は、ロシアは確か男性65歳で、女性は60歳からだったかな、63だったかな、
そんな感じですね、もらえます。で、最低年金、支給額が1万900ルーブルかな、1万900ルーブルなので、いくらですか、2万円ちょっとぐらいですね、2万3000円ぐらい毎月もらえるそうです。で、軍人の人ですか、軍人の偉い人とかは多分5万ルーブルとか全然もらえちゃってるみたいな、10万円とか、めっちゃいい軍人の人とか警察の偉かった人とかは多分20万円25万円ぐらい毎月、年金でもらえてるようですね。で、軍人とか警察の人はね、年金もらえるのが早くて40歳とか、確か40歳とかから、もらえるそうです。で、働けるそうですけども、そのまま続けて、年金もらいつつ働いてたと思うんですけども、そんなのもできるそうです。はい、あとは、有給休暇とかですか、ロシアの場合は28日間、めっちゃ長いです。めっちゃいいですね。28日間皆さんちゃんと取りますね、ロシアの場合は。で、極東、またウラジオストック極東は、寒いところ、首都から離れてるところっていうので28日プラス8日間なので合計36日間ですか、有給休暇あります。で、やっぱり36日間となると有給休暇取りきれないんで、で、そのボーナス的な8日間はお金をもらうことができます。28日間はもらえないんですけども、休み取らなきゃいけないんですけども、8日間はその手当的なやつは、お金でもらうことができるので、みんなボーナスとしてもらってますね。で、有給取りきれない場合とかは溜まっていって、で退職するときにそれがお金としてもらえるんですけども、はい、大体みんな休んでますね。夏6月頃から9月頃までみんな順番で、旅行行ったり、そうですね、自分の、別荘っていうかダーチャってあるんですけど、そこでじゃがいも植えたりとか、みんなちゃんと休んでます。日本のようにずっと毎日会社のために働き続ける人は少ないですね。ちゃんと家族と自分のためにゆっくりみんな休んでます。で、私も今までは日本に1ヶ月ぐらい帰って、いつも日本を1ヶ月満喫して、でまたロシアで働いてっていう感じだったんですけど、今はちょっと状況が違って、長く日本に帰ったりできない状況なんですけども、そうですね、いや日本の人めっちゃ働きすぎですね。はい、ロシア人はどうですかね。最低賃金とか聞いたらお金もらえてなくて苦しい生活してんだろうな、多分日本の人も思ってると思うんですけども、結構楽しくみんな時間はあって、そうですね、お金はないけど時間があるから幸せだっていう人も結構いると思いますね。どっちが幸せなのかは分かりませんが、はい、ということでロシアの最低賃金、休暇、有給休暇、年金などをちょろっと話させていただきました。ちょっと間違ってることとかもあるかもしれないんですけども、ちょっと思い立って話してみようと思ったので、お許しください。ということで、また面白そうなことあったら話します。では、皆さんこんにちは。チャンネル登録お願いします。また見てね。